まずちょっとこちらの旅程をご覧ください。 Please make sure that your seatbelt is securely fastened. この街を抜きにしてモロコを語ることはできません。他に何かお飲み物などいかがでしょうか。皆様、長い時間のフライトお疲れ様でした。もう間もなく土星圏に入ります。無重力空間をお楽しみいただきたい場合は自由に外していただけます。楽しんで良い旅をお送りください。ほっとできるひとときを、ひろみボイス。こんにちは、いらっしゃいませ。どうぞおかけください。はい、すみません、なかなか気づかなくて。ご旅行ですか？はい、もちろんです。ご案内させていただきます。本日担当いたします私、ひろみと申します。よろしくお願いいたします。はい、なるほど。まだ決まってないんですね。はい、なんとなくこういうところがいいなって、ほんと抽象的で構わないんですけども、何かご希望とかありますか？大自然、あとは宗教を感じる、芸術と文化、かしこまりました。ご旅行の時期はいつ頃ご検討ですか？5月から9月くらいですね。はい、わかりました。だいたい何日間くらいを目安に行かれる予定ですか？なるほど。1週間から10日間くらいですね。はい、かしこまりました。そうですね、今言っていただいたご希望と旅行の時期と、あとは旅行の期間ですねを考えますと、例えばですね、このようなネパールはいかがでしょうか？ネパール行かれたことありますか？ないですか？とてもね、魅力的な国ですよ。ネパールというのはヒンドゥー教と仏教が主に占めていて、もう本当に生活に宗教が根付いていますし、世界遺産になっているルンビニっていう地域なんかは、村なんですけど、そこはブッダが生誕した場所とも言われていて、仏教の崇拝者さんがたくさんいらっしゃる地域でもあるんですね。なので行かれると非常にね、崇高な気持ちに、なったりする方もいらっしゃいます。あとはご存知だと思いますけれども、エベレストがありますし、いくつかね、国立公園も世界遺産になっていまして、非常に大自然感じることができるかなと思います。はい、いかがでしょうか？ぜひ。ありがとうございます。じゃあこのままご案内させていただきますね。で、プランなんですけれども、弊社では3つご用意させていただいておりまして、ですね、お客様は1週間から10日間ぐらいをご旅行予定ということなので、いずれのプランもご利用できるかなと思います。一番長いのがですね、こちらの4つの世界遺産を制覇する5泊の旅でございます。移動のことも考えて5泊7日間のプランとなっております。で、ネパールはですね、世界遺産が
4つございまして、それらを全て制覇するという非常に盛りだくさんなプランなんですね。はい。で、ちょっとこちらのですね、地図をご覧ください。はい。ネパール4つ世界遺産がございますとお伝えしましたけれども、まず1つ目がこちらのルンビニというところです。これ先ほどもお伝えしましたが、ブッダの生誕地と呼ばれていて、多くの寺院がありまして、たくさんのね巡礼者さんを見ることができます。はい。そして2つ目がチトワン国立公園というところですね。はい。これちょっと見てみましょうね。チトワン国立公園というのは、中央ネパール南部のマハーバーラタ山脈というところとチューリア丘陵の間に開けた、ダライ平原の一角に位置しますと。そうなんですね。そして周辺には先住民のタルー族のほか、産地から移り住んだチェトリやタマン族などの住む農家が散在し、四季を通じて水田や作物に覆われた色鮮やかな田園風景が広がり、平原の彼方にはマナスルなどヒマラヤの峰々も遠望することができます。はい。チトワン国立公園ですね。はい。そうですね。川にはですね、イルカとか、ジャングルにはトラとかサイとか鹿とかヒョウとかサルとか43種類の哺乳類とともに450種類の鳥類もいるということで、非常にねダイナミックな自然を動物たちと一緒にですね感じることができる、そんな世界遺産となっております。はい。こちらではですね、アクティビティをいくつか楽しむことができまして、一番メジャーなのがエレファントサファリですね。お客様はゾウに乗ったことはありますか？ないですか？はい。こちらではゾウにそのまま乗ることができます。はい。国立公園周辺のコミュニティフォレストを巡るんですね。はい。なのでたまたまサイに会っちゃったとかね、そういうこともあるんですね。そうです。はい。所要時間だいたいね1時間半ぐらいで、はい、楽しめます。あとはカヌーライドといって、本当にもうなんて言うんでしょう、手をあんまり施していない丸太をちょっと削ったみたいな、そんな船に乗っていただいて1時間くらいかけて川をちょっと下っていくという、そういうアクティビティもあります。そうなんです。で鳥はもちろんなんですけれども、ワニとかも観察ができて、かなりスリリングなね、はい、アクティビティとなっておりますし、あとはジープドライブですね。よくありますでしょう。サファリ系のパークに行くと車に乗ってね、動物たちを見るっていう、そういったこともできて、いずれもガイドさんがいらっしゃいますので、安心して楽しんでいただけるかなと思います。あとは鳥もすごく多いので、バードウォッチングというところで鳥を見ることもできますね。で、お客様5月から9月くらいの旅行を検討されているということですので、非常にこちら時期も本当にネパールは適していて、この頃ちょうどね寒気なので非常に過ごしやすいで、動物たちも観察しやすい、そんな時期になっておりますね。はい。あとはそうですね、世界遺産の3つ目ですね。3つ目が、カトマンドゥ盆地というところです。カトマンドゥというのがネパールの首都になるんですけども、もうここは本当昔から交易の一番の栄えた地域だったんですね。なので昔ながらの遺跡だったりとか博物館とか、そういったものがたくさん見られる場所になっております。はい。で、4つ目最後ですね。こちらがサガルマータ国立公園といって、先ほどのサファリの国立公園とは全くまた雰囲気が違いまして、山に囲まれた、もうね本
当に迫力のある、これこそフォトジェニックかなっていうね、はい、そんな風景を見ることができます。ちょっと見てみましょうかね。はい、エベレストですね。このことを世界遺産のサガルマータ国立公園と呼んでいるんですけども、ネパール東部とチベットとの国境地帯に連なる世界最高峰のエベレストをはじめとした山々はエレベスト山群あるいはクンブン山群と呼ばれています。一般にクンブ山域と呼ばれているナムチェからヒマラヤまでの一帯はサガルマータ国立公園に指定をされています。でこちらのですね、サガルマータ国立公園の魅力というのは何といってもですね、このエベレストのすぐ近くまで行けることになります。そして独自の文化を持つ山岳民族シェルパ族の生活に触れられることなんですね。はい、エベレストを目指す登山隊やトレッカーが利用するためエベレスト街道と呼ばれるようになった道を行きますとですね、なんと標高5000メートルを超えるベースキャンプやエベレストを正面から仰げるカラパタールの丘に到達できるんです。そこはですね、氷河と岩壁がひしめくところで、カトマンドにいては想像もできない荒涼とした美の世界を見ることができます。もうね、この景色を見たら多分世界観というか価値観というか変わる方いるんじゃないかなっていうくらいもう圧巻です。もう自然の尊さ、偉大さ、絶大さ、もう全てをね感じることができるんじゃないかなということで、私はぜひサガルマータ国立公園には行っていただきたいなと思うので、こちらのプランもおすすめはしているんですけれども、かなりねハードっちゃハードです。移動も多いですし、標高5000メートルってなると結構なね高さになりますので、はい、もし健康にちょっとね不安があるなということであれば短めのコースもご案内することができます。はい、そちらがですね、カトマンドゥという先ほど言った世界遺産の一つですね、首都にある盆地を中心に巡る3泊5日の旅になります。はい、これはもうほんとカトマンドゥオンリーっていうところなんですけども、カトマンドゥも非常に魅力がたくさんありまして、はい、ちょっとご案内させていただきますね。約100万人が暮らすネパールの首都です。この国の政治経済の中心であり、外国からのツーリストや登山家たちの大半が最初に足を踏み入れる場所でもあります。かつてカンティプール、栄光の都と呼ばれていたこの町には、古くから先住のネワール族が暮らし、都市文明を築いてきました。特に中世のマッラ王朝時代、ネワール文化が花開き、きらびやかな寺院や数々の記念碑が建てられました。人よりも神々の方が多く住む町と言われるカトマンドゥだが、1990年の民主化以降は急速な変化を遂げているんです。農村部から人々が流入し、車やオートバイが増え、交通渋滞や大気汚染も深刻になっています。今では神様よりも人間の方がずっと多くなっているようです。しかし旧市街を歩けば、長い歴史の中で築かれてきた古い街並みや寺院に出会うことができます。バザールには人と物があふれ、表通りから一歩奥に入れば庶民の生活を垣間見ることができます。ここでの見どころは広場がまずあるんですね。ダルバール広場と言いまして、これネパール語で宮廷という意味なんですけども、3つの王朝が盆地に独立し君臨した三王国時代という時代がネパールありまして、その時に王宮前の広場として中心になっていたところなんですね。でそれぞれの方が美しさを競い合ったというだけありまして、どの広場にも見事な装飾が施された宮殿とか寺院が残っております。はい、
ただ2015年の4月にですね、大規模な地震が発生しまして、この広場にあった寺院とか建物が結構倒壊をしてしまったんですね。で、今は各国の援助によって修復が進められているような状況になります。はい。あとは寺院ですね、芝寺院とかカスタマンダプ寺院とか、もう本当に見どころのある同じ寺院なんですけど、全然ね見た目が違ってね面白いと思います。で、先ほどたくさんのね神々がねネパールに参る人よりも神様の方が多いなんていう説明のお話ありましたけれども、本当にねたくさんいまして、なんと330万の神様がいると言われているんですね。はい、さすがねブッダの生誕と言われている土地があるだけあると言いますか、仏教だけじゃなくてヒンドゥー教もかなりの数を占めているネパールなんですけど、いろんなね神様がいるんです。例えばね、サラスワティという、女性のね神様の場合は、これ白鳥に乗ってね楽器をね弾いてる学問と芸術の神様と言われていて、日本にも、弁財天という名でね存在する神様だそうです。とかね、あとはラクシュミーというね、神様、これは幸運の神様と言われていまして、目もくらむ宝石をまとう究極の美女だそうです。はい、そういったね神様本当にたくさんいて、今言ったのがヒンドゥー教のね神様なんですけど、仏教の神様もいらっしゃいまして、ほとんどの仏様は日本人にもおなじみの神様になっています。はい、そう、例えばお釈迦様、釈迦牟尼と言われていますけれども、仏教の開祖として知られていますよね。そう、ルンビニに生まれたで、ブッダとなった方ですね。はい、人としての幸せに生きる方法っていうのは現代にまで、言い伝えられていると。ただ、ちょっと余談ですけど、ブッダは口頭でね教えを説いていって特に書面に残さなかったということなので、それを弟子たちが後世に伝えるためにブッダが亡くなった後に残す運動をしたんですが、ブッダ自身が残したわけではないので、どこまでブッダの言葉が受け付けられているのかっていうのはちょっと不明なところはあるんですけれども、本当にね神様が330万もいる国っていうのは、なかなかないんじゃないかなと思っています。非常にね行ってみると面白いものを感じられるんじゃないかなと思いまして、おすすめをしている国になります。はい。で、それでコースプランなんですけれども、いかがなさいますか？先ほど世界遺産をねこうまるっと4つ回るプランと、首都だけ、どちらにしましょうか？世界遺産をまるっと。かしこまりました。ちょっとこの時期に空いてる、じゃあこの辺のちょっとプランとホテルを検索いたしますので、少しお待ちくださいませ。お待たせいたしました。そうですね、ちょっとご案内
するのがお久しぶりのですねプランになってまして、まずちょっとこちらの旅程をご覧ください。はい、じゃあちょっと一緒に読み合わせていきましょうか。はい、まず1日目が首都のカトマンズに到着をいたしまして、ここに2泊していただきます。夜のご到着になりますので、そのままホテルでネパール料理を楽しんでいただきます。で、2日目から観光ですね。これはカトマンズの観光になります。はい、まずですね、マウンテンフライトというものに乗っていただいて、エベレストをはじめヒマラヤの峰々がそびえるサガルマータ国立公園をもう上から眺めてしまおうというところですね。非常にこれ人気でして予約取れました。はい、でその後これ朝7時からやって10時にはまた、空港に戻って移動していただきます。で3日目にはチトワン国立公園ですね、移動していただきまして、川で、下ってカヌーで下って、あとは夕日をちょっとゆっくりと眺めていただいて、寒気なのでね、雨とか多分見舞われることはないでしょう。とてもいい写真が撮れると思います。で4日目はルンビニへ移動します。はい、でルンビニに行きましたら、まずエレファントサファリを楽しんでいただきまして、象に乗ってゆっくりと自然を堪能します。で基本的に食事はホテルのコースになりますので、その後に朝食はホテルで取っていただいて、でホテルでアレンジしてもらったチャーター車でルンビニへ向かいます。でドライブなんですけども、混んでいなければ 4,5 時間ですね。でルンビニに着きます。でまたホテルにチェックインをまず済ませていただいてから、ブッダの先端地に建てられたマーヤー聖堂というところにお参りに行きます。こちらもですね、非常に美しい聖堂でございまして、なんか心がねほっとするようなそんなところになるかなと思っています。はい、それでまたですねカトマンドに戻っていただきまして、ルンビニの寺院地区に点在する各国のお寺を回って、で5日目に関しましては、午前中はルンビニをまず散策をして、で午後からまたカトマンドに戻ります。はい、でその後ですね、6日目カトマンドの盆地を再び観光していただきまして、ここでちょっとねお土産なんか買う時間がございますので、タメルチキで、ショッピングを楽しんでください。はい、そして、7日目には深夜初の、飛行機に乗っていただいて、日本に着くのはですね、11時かな。はい、午前中に着きます。ということで、ちょっと口頭でね申し上げるとすごくいろいろと一気に回るなという感じなんですけど、一つ一つの時間がほんと 3,4 時間ありますので、ゆっくりと回っていただけるかなと思います。でホテルに関しましてはこちらで押さえさせていただいたんですけれども、もしご変更したいなということがありましたら、本日から1週間以内にですね、私にお電話いただいてもよろしいですか？はい、私どもで取った方が安く抑えられることがありますので。そうなんです。はい、今の時点で何かご不明な点とかご不安な点とかございますか？大丈夫です。すべての移動にガイドさんが付き添ってくれておりますので、はい。ガイドさんは現地の方か日本人か選択できますが、いかがなさいますか？現地の方で、はい。かしこまりました。では、料金ですね。ちょっとお見積もり書をお渡しいたしますので、少々お待ちください。はい、お待たせいたしました。ではですね、こちらがお見積もり書になります。ホテル代と、あとは飛行機の燃料代も含めまし
て24万3800円になります。はい。で、こちらから今ちょっと弊社キャンペーンをやっておりまして、ですね、こちらから 10%、ごめんなさい、15% オフにさせていただきます。はい。はい。で、お値段変わりまして21万1310円になります。はい。こちらいかがでしょうか。ね、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。では、弊社の方でチケットとホテルは、抑えましたので、そうですね、当日はこちらの QR コードを読み取っていただければ成田空港から直行で行けるようになっておりますし、ホテルに関しましてもこちらの QR コード見せていただけますと、問題なくチェックインができますので、はい。お支払いはカードになさいますか、それともお振り込みになさいますか。カードで。はい、ありがとうございます。はい、今決済されます。よろしいですか。はい、ありがとうございます。ではお預かりいたします。はい。お支払い回数はご一括で、はい、承りました。では暗証番号お願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。カードをお返しいたします。ではこちらがお客様の控えになりまして、QR コードのコードですね。念のためメールアドレスもお送りさせていただきますね。はい、アドレスこちらに頂戴してよろしいですか。はい。はい、ありがとうございます。ではこちらにお送りさせていただきますので、はい。ではまた何かありましたらお気軽にご連絡いただければと思います。お渡しした名刺に私のアドレスと番号が書いてありますので、本当にお気兼ねなく、何か困ったこと、不安なことなどありましたらご連絡ください。はい。それではどうぞ楽しんで良い旅をお送りください。皆様、本日もひろみボイス航空770便ほっとできるひととき行きをご利用くださいまして誠にありがとうございます。この便の機長はジョン・ブラウン、私は客室を担当いたしますひろみでございます。この飛行機は間もなく出発いたします。シートベルトを腰の低い位置でしっかりとお締めください。ひろみボイス空港までの飛行時間は13時間20分を予定しております。ご利用の際はお気軽に乗務員にお声をおかけください。それではごゆっくりおくつろぎください。Good evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard Hiromi Boys 770 to a moment of relief. Your pilot today is Captain John Brown, and my name is Hiromi, your senior cabin attendant on this flight. We are now ready for departure. Please make sure that your seatbelt is securely fastened. Our flight time to Hiromi Boys Airport is expected to be 13 hours and 20 minutes. Your cabin attendants are looking forward to serving you. We hope you will enjoy your flight with us. Thank you.
様、本日はご搭乗いただきまして誠にありがとうございます。ただいまおしぼりもお渡ししております。どうぞお使いください。どうぞ。ただいまウェルカムドリンクをご用意しております。はい、シャンパン、赤ワイン、白ワイン、ビール、ウイスキー、焼酎、ノンアルコールですとミネラルウォーター、炭酸水、ジンジャーエール、オレンジジュース、リンゴジュース、コーヒー、紅茶、ルイボスティーがご用意ございますけれども、いかがなさいましょうか。はい、赤ワインでございますね。かしこまりました。ではお持ちいたしますので少々お待ちくださいませ。はい、お客様お待たせいたしました。ではまずグラスを置かせていただきますね。はい、失礼いたします。では継がせていただきます。失礼します。それとこちらおつまみのチーズとナッツでございます。失礼します。今夜のお食事ですけれども、メインはお肉かお魚、あるいはお野菜、どれがお好みでいらっしゃいますか。はい、お魚ですね。かしこまりました。ありがとうございます。ではしばらくお待ちくださいませ。はい、お待たせいたしました。ではまずこちらサラダでございます。失礼します。こちらは厳選された有機野菜と地元の果物をたくさん使ったトロピカルサラダでございます。横のジンジャーソースをかけてお召し上がりください。はい、続いてメインのお魚でございます。失礼いたします。はい、こちらはキングサーモンのムニエルでございます。お好みで隣の岩塩を、かけてお召し上がりください。はい、こちらが焼きたてパンのガーリックトーストでございます。失礼します。こちらもお好みにはなりますが、隣のプレミアムバターも塗って、お楽しみください。はい、それでは何かありましたらお気軽にお申し付けくださいませ。どうぞごゆっくりとお召し上がりください。はい、失礼いたします。失礼いたします。お食事はお済みでいらっしゃいますか。はい、ではお下げいたしますね。他に何かお飲み物などいかがでしょうか。はい、かしこまりました。はい、失礼いたします。お客様失礼いたします。赤ワイン同じものもお持ちいたしました。お客様失礼いたします。はい、こちらがですね、本日のアメニティグッズになります。中身をご紹介させていただいてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。このような形状になっておりまして、ホー
でございます。こちらは目のところにくぼみがございますので、目に負担なくつけていただけるアイマスクです。はい、とても柔らかい素材なので気持ちがいいと思います。続いて靴下でございます。こちらは裏にしっかりと滑り止めがついているタイプですね。また長さもございますので、足首のみならず膝下まで温めてくれます。はい、コットン 100% なので肌触りもとても心地がいいと思います。はい、次に耳栓でございます。こちらは歯ブラシセットでございます。最後にクリーム系が入っています。こちら開けさせていただいてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。では失礼しますね。中にはクレンジングシートが入っております。お顔を洗いたい時などにお使いください。次にリップクリームです。機内は乾燥しますので、こまめに塗られることをお勧めいたします。次にこちらハンドクリームになっております。はい、ここを取ってお使いください。最後にですね、最後にこちらフェイスクリームになります。同じようにこちらを取ってお使いください。先ほどのこちらのクレンジングシートで拭き取った後にこちらのクリームを塗られるとお肌が乾燥せずに快適に過ごしていただけるかなと思います。はい、最後に
商品の説明が書いてあります。もしよろしければご確認ください。またこちらにクーポンコードがございまして、商品気に入っていただけましたら、同じコスメのブランドですね、お安くお買い求めいただくことができますので、よろしければご利用ください。では戻しておきますね。ではこちらどうぞお使いください。お客様どうなさいましたか？胃が痛むんですね。かしこまりました。ではすぐに胃薬もお持ちいたしますので、少々お待ちくださいませ。お客様お待たせいたしました。大丈夫ですか？こちらが錠剤の胃薬でございます。すぐご用意いたしますね。お水失礼します。次にお薬です。どうぞ。もし全然良くならないということがあれば、すぐにまたお呼びくださいね。くれぐれもご無理なさらずに、何でもお申し付けください。少しお眠りになりますか？かしこまりました。ではブランケットをご用意いたしますね。お客様お待たせいたしました。ではブランケットをおかけいたしますね。失礼いたします。他に寒いところないですか？アイマスクもつけられます？じゃあちょっとお出ししますね。ではこちらつけてゆっくりとお休みください。失礼いたします。皆様、長旅お疲れ様でした。ここからは私添乗員と一緒にモロッコの魅力を存分に堪能してまいりましょう。まず訪れたいのがマラケシュとオータアトラス地域です。マラケシュはモロッコの代名詞とも言われる大きな都市です。モロッコのほぼ中央
標高450メートルに位置するマラケシュ。この町を抜きにしてモロッコを語ることはできません。マラケシュにはモロッコのさまざまな歴史、世界遺産に登録された貴重な建造物の数々、自然、そして人間が見事に集約されています。今はモロッコの縮図と言ってもいいでしょう。町の背後にはオートアトラス山脈があって、北の肥沃な大地とはるか南のサハラ砂漠との隔壁となっています。北から大西洋から、そしてサハラ砂漠から、あらゆる土地の人々がやってくる町、マラケシュ。募う人間も売買される品物も交わされる情報もあまりにもバラエティ豊かで、その数もあふれんばかりだ。中心のジャマエル船広場では各地の芸人たちがパフォーマンスを繰り広げ、夜には広場いっぱいに屋台が立ち並ぶ。はち切れそうなこの街のエネルギーは、このカオスのような雑多さが生み出しているのだと感じられるだろう。北アフリカ最大の規模を誇るマラケシュのメディナ。ここはモロッコの中でもとりわけエネルギッシュでエキサイティングな場所だ。マラケシュはフェズに次いで2番目に古い町である。1070年頃、ベルベル人による最初のイスラム国家村人朝がこの地を都と定めた。王朝が発展するとともにキャラバン貿易をはじめ商工業文化が栄えた。その次の王朝ムワヒド朝もここを都とし、マラケシュは交易の中心、商工業の中心、そして学問の中心ともなった。マリーン朝になり、首都が1269年にフェズに移ると一時衰退したが、15世紀半ば、サード朝が再びここを首都に定めた。この時建てられたマドラサなどが訪れる人の目を楽しませてくれる。長い間、政治、文化の舞台であり続けたマラケシュは、現在も人々を引き寄せる底知れぬパワーを持っている。そんな本日は、モロッコの美しいリヤドという宿泊施設に泊まっていただきます。この国の伝統と洗練を体感することができる、そんな施設です。古い伝統建築を再利用しているため、どのリヤドも基本的に構造は同じです。噴水のある中庭を囲むように部屋が配置されています。屋上はテラスになっていて、食事をとるスペースやプールなどがあります。眺望も抜群ですよ。リヤドのオーナーはフランス人やイタリア人を中心にヨーロピアンが多いんです。美しいモロッコの伝統建築とヨーロッパの洗練されたセンスがうまく調和した素晴らしい空間を作り上げています。本日お泊まりいただくのはアンサナリヤドコレクション。世界有数のホテルブランドが手掛けた豪華リヤドです。コレクションという名で6軒のリヤドがあり、それぞれ14世紀から18世紀の邸宅を改装したデラックスさが特徴です。
スパやレストランの施設は一般にも公開しています。ここのダイニングは屋上テラスにセッティングされていて、デスティネーションダイニングとなっています。思い出に残る最高の夜を過ごすことができますよ。さて、マラケシュを堪能した後はフェズという地域に参りましょう。フェズは1000年以上続く世界最大の迷宮都市と呼ばれています。世界一複雑な迷路の町、フェズエルバリ。フェズはモロッコ最初のイスラム王朝の都でした。イスラム教の祖であるムハンマドの婿、アリーの子孫にあたるムーレイ・イドリス一世は、8世紀にバグダッドのイスラム王朝アッバース朝に反乱を企てるが、激しい迫害に遭い、中央モロッコに亡命する。才能に恵まれて勇敢だったイドリス一世は、古くから住むベルベル人の絶大な信頼を得て、この地にイスラム王朝を起こす。そして808年、その息子であるムーレイ・イドリス2世は、フェズ川の西岸に新しい都を建設。この時、チュニジアのカイルアンやスペインのコルドバからの移住者をも受け入れた。城壁で囲んだ町の中心に壮大なモスクを作り、イスラム神学校が次々と建てられた。川の右側、アンダルース地区には、先住民ベルベル人とイベリア半島からの移住者が、左岸のカラビン地区にはカイル湾からやってきたアラブ人がそれぞれに住み着いた。やがてここを拠点に国々の隅々にまでイスラム教が広まっていくことになる。フェズはその後いくつかのイスラム王朝の下で発展し続け、信仰、芸術、商業の面でもモロッコの中心として栄華を極める。最盛期の13世紀、マリーン朝時代には新しい町が建設されるが、これがフェズエル・ジェリドである。これに対して最初に作られた古い町はフェズエル・バリと呼んでいる。ここは今も変わらず多くの人々が活気あふれる生活を営んでいる土地だ。フェズでは王宮をぜひ見に行きましょう。フェズエル・ジェリドの中央部の広大な敷地を占有しているのが王宮です。マリン朝のスルタンの住んでいたお城であり、スルタンの兵士たちの駐屯地でもありました。何世紀にもわたって改築と増築が重ねられ、現在はモロッコ国王がフェズに滞在するときに使われています。また、アッタリンスークという香料を意味するアッタリン。ここの地域では香辛料や香水などを売る店が集まっています。スパイスなどの店ばかりではなく、ヘナの粉やアイシャドウの粉、泥のような練り石鹸などを売っているお店もあり、日本では見かけない商品が多いです。脇に入るとキサリヤと呼ばれる織物、絹製品のスークがある。糸やジルバーブ、ガンドーラなどが売られています。そしてフェズを一望できるほか、マリン朝の墓地にも行ってみましょう。
メディナの北、城壁の外の小高い丘に、マリン朝のスルタンたちが埋葬されている墓地があります。かつては大理石の見事な墓碑が並んでいたという。今は壁の一部分だけが残るだけの遺跡になっています。墓地自体は遠くからでも眺められますが、時間があればここまで登ってみましょう。ここはフェズで一番高い場所。ここからは街の全景が見下ろせるんです。街の中にある800近くものモスクがずらりと目の下に並んでいます。この風景を見ると、箱庭のようなメディアの中をゆったりと動くモロッコ人たちの姿が目に浮かんできて、不思議な考えが湧いてくることでしょう。さあ、ここまで来ると少しお腹が空いてきましたね。モロッコ料理を食べましょう。日本でも人気のモロッコ料理ですが、面白いフォルムのタジンや世界一小さなパスタ、クスクスなど魅力的な料理が目白押しです。スパイスが程よく効いたモロッコの料理は日本人の味覚に合うと言われています。代表的なメニューを注文してみましょう。まずはタジンです。モロッコ人が毎日食べている煮込み料理。モロッコ料理の代名詞ともいえるタジン鍋を使って作ります。基本的には鶏肉、羊の肉、牛肉、うさぎの肉、魚、ひき肉などをメインに数種類の野菜と煮込んでいきます。そしてクスクス。こちらは北アフリカで広く食べられている料理です。羊の肉や鶏肉、魚などを野菜と煮て、中身とスープを分けて取り出し、これをスムールという小麦を蒸したものにかけて食べます。うまみの決め手は各家庭で異なるスパイスの調合です。都市部では毎週金曜日に食べるのが慣例だそうです。そしてハリラ。羊の肉か魚の出汁でひよこ豆、玉ねぎ、トマトなどを煮込んで小麦粉でとろみをつけたスープです。栄養が満点で、モロッコではハリラを飲めば医者はいらないと言われているほどです。こだわる人は木製のスプーンで飲むそうですよ。ところでラマダンの期間中はどのように食事をしているのでしょうか。ラマダン期間中は日没まで断食をして、日が沈むと一斉に断食明けの食事をとります。これをフトゥールと言います。メニューはこのハリラやナツメヤシ、干しイチジク、モロカンスイーツ、コーヒーなどを取るそうです。さあ、サラダも注文してみましょう。モロッコといえばモロカンサラダ。トマト、ピーマン、キュウリ、玉ねぎなどをさいの目状に切って、クミン風味のドレッシングで和えたものをモロカンサラダと言います。よくトッピングされているのはゆで卵やオリーブなどです。野菜に火を通して提供されることも多くて、スパイスで味付けされているのでどんどん食べてしまいます。そして伝統料理の一つ、パスティラ。鳩
豚肉か鶏肉を玉ねぎ、アーモンド、スパイスと炒めて、それをパイ皮で包んで焼いたものです。高級レストランだと前菜として提供されますよ。上にはアーモンドや粉砂糖、シナモンパウダーなどがかかって、甘さとしょっぱさがミックスされた不思議な味に魅了されます。そしてモロッコではミントティーをよく飲みます。アラブで盛んに飲まれているミントティー。ポットに中国茶、ミントの葉、お砂糖を入れて高い位置から泡立てながら注ぎます。グラスに葉を直接入れたものはホフィーと呼ばれます。さて、お腹いっぱいになりましたでしょうか。ここからは大きな移動に入ります。モロッコを2つに分ける大山脈、アトラス山脈を越えましょう。アトラス山脈はモロッコを大きく2つの顔に分けています。北側のマラケシュ、フェズといった大都市を城壁とメディナの世界とすれば、南側の地域はサハラ砂漠へと続くカスバとオアシスの世界と言えます。永遠と広がる乾いた大地に点在する緑豊かなオアシスの村々。静寂、広大さ、開放感。このモロッコの2つの顔を知らずしてモロッコを語ることはできません。アトラスを越えるとは、北と南を分けるこの大きな壁を越えて行き来するということです。あまりの風景の変化、ダイナミックな地形、道の険しさに驚愕の数時間を過ごすことになるでしょう。アトラス越えはモロッコの旅の中でも一番のハイライトと言えます。アトラスを越えるには大きく3つの方法があります。1つはマラケシュから南へ下るルート。2つ目はフェズやメクネスからモアイアンアトラスを越えて西の砂漠の入り口となるエルラシリアへ。3つ目がアガディールやタフロートからアンチアトラスを越えてワルザザートに入る方法です。またレンタカーを利用する方法もあります。道路は舗装されていて運転はしやすいですけれども、山道ですから対向車に注意しながら走りましょう。マラケシュからワルザザートまでは約200キロもあります。日本とは異なり左ハンドルなので、不安な人はドライバーを頼むこともできます。あなたはどの方法でアトラス山脈を越えますか？アトラスを越えると、そこは別世界が広がっています。この高い山脈の壁が地中海の温暖な空気を遮断し、はるか南にはサハラ砂漠が迫ります。山と砂漠の狭間、この地域に点在するのは北側とは全く違う気候風土です。広大な乾燥大地に数本の川が流れ、そのほとりに豊かなオアシスを形作っています。オアシスごとに点在する日干しレンガ造りの村、そしてかつては要塞だったカスバの跡。サハラ砂漠を目指して
モロッコを訪れる旅人は多いです。そのサハラ砂漠の入り口の町となるのがワルザザートです。ワルザザートは1920年代にフランス軍によってサハラ砂漠の最前線基地として建設されました。現在はモロッコ軍が駐屯しており、未だにかなり広い範囲が軍用地となっています。フランス軍がこの町を建設する以前は、タオリールとのカスバがあるだけの小さな村でした。この地域はデビッド・リーン監督がこの近郊で映画アラビアのロレンスを撮って以来、いくつもの映画の舞台として使われ、砂漠への憧れを抱く人たちの観光熱を高めてきました。ツーリストたちはサハラへの入り口として、まずこの町に足を踏み入れます。他のオアシスとは違い、ホテルや商店など旅行に不自由することはないのもワルザザートの特徴と言えます。ここからオアシスとカスバの世界に入っていく人たちにとっては、一息入れて英気を養う場所であり、逆に砂漠からここへたどり着いた人たちにとっては、喧騒の世界に戻る前に余韻をかみしめる場所です。静かで落ち着いたこの町は、すべての旅人にとって限りなく優しく居心地のいい町なのです。それでは旅の最後は砂漠で2泊3日の旅をいたしましょう。アトラズ山脈を越えてワルザザートへやってきました。アトラズを越えたらまず昼食をとりましょう。そして歩いてアイトベンハットゥ、モロッコ一美しい村と言われている世界遺産を見ます。道の脇にあるお土産屋さんを抜けると、徐々にその全景が見えてきますよ。迷路のようになったアイトベンハットゥ内を探索します。周辺には同様のカスバが点在しており、別のカスバに立ち寄ることもできます。ワルザザートでこうして1日目は終わります。この日はホテルに1泊しましょう。そして2日目、ワルザザートを出発します。バラの町と言われるエル・ケアラ・ムグナというところに移動します。ここでは少しの休憩でミントティーを取りましょう。そしてお土産のローズ製品を買うこともできます。その後はロッククライミングの聖地と言われているトドラ渓谷を回りましょう。トドラ渓谷では誰もが巨大な岩壁に圧倒されます。またここまで来るカスパー街道の景観も美しいです。ここに流れる冷たい川で水遊びをすることもできますよ。アトラズ山脈付近で採れた化石の加工場を見学しましょう。そしてその後はメルズーガ大砂丘へ移動です。メルズーガからは夕焼けの中をラクダに乗って1時間ほどでテントに到着します。この夕暮れの砂漠がなんとも美しいです。
夜はテントの中でモロッコ料理に舌鼓。料理人が作るハリラ、タジンなどのモロッコの定番料理はとても美味しいです。お泊まりいただくテントの中は意外に快適ですよ。テントの他に砂丘の目の前にあるホテルに宿泊することもできます。そして3日目、朝日が昇る時間を確認しておいて、砂丘に昇る朝日に魅了されましょう。朝晩の砂漠は思いのほか冷え込みますから、必ず防寒具を持っていってください。見渡す限りの砂漠を満喫してマラケシュへ戻り、帰国の途に着きましょう。Ladies and gentlemen, welcome to Hiromi Voice Airlines. My name is Hiromi, and I will take care of you today. Before we take off, please put on your seatbelt. You need help? Just raise your hand. I will come to you. Take a deep breath in and out. Relax and feel comfortable in your seat. Hello. Nice to meet you. My name is Hiromi. I am a cabin attendant for you. So, what can I get for your drinks? We have a fresh juice, water, hot tea, sparkling water. Yes, of course coffee, and chamomile, herb, and Japanese tea. Yes, sparkling water. Okay, I got it. I will bring it for you. Just a second. Excuse me, I brought you drink and a snack. Sparkling water. Here you are. I have a special snack. It's called Babista Ramen. Babista Ramen. This is a crispy snack from Japan. It's really famous. It tastes a little salty like shoyu, soy sauce, and very crunchy. Yeah, it's fun to eat. Try one bite and enjoy the yummy flavor. Can I open it for you? Great. Looks like this. Yeah. Tiny noodles. And it smells like that. Yeah, soy sauce and salt. A little bit baked. Yes. Actually, it's light. Right. You can eat like this. Also, if you don't want to make your hands dirty, you can use the spoon.
but Japanese usually take it directly. But I also brought a spoon, so you can use it like this. Like this, yeah. I hope you enjoyed the taste. Here you are. Is anything alright? Okay. I see. You feel not good. Okay, let me check your forehead. You have a fever or not? Okay. I think maybe your neck and shoulders are very hard. So let me give you a small massage. Also, I will turn off the light for you. How do you feel now? Not good. Okay, let me help you feel better. Just sit back and relax. 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 Okay, you will better soon. Okay, let me check your neck and shoulders. You're so tired. Okay, I will press your shoulders. Okay. I'm pressing your shoulder. Pressing soft and slow. Soft and slow. Soft and slow. I'll press the other shoulder. Okay. Pressing your shoulder, soft and slow. Soft and slow. Soft and slow.
massage a little bit our shoulders and your neck.
have sweet dreams. Sleep well, and I hope to see you again soon. Good night. Good night. 皆様、長い時間のフライトお疲れ様でした。ではここからは私添乗員が、皆様をサファリのアフリカ大自然の旅にご案内いたします。まずですね、このサウスアフリカ、南アフリカの魅力をお伝えしたいと思います。時には静かに、そして時にはたけだけしくダイナミックなうなりを見せるアフリカの大自然。残酷でありながらも野生のルールに従い力強く生きる動物たち、そしてそれぞれの伝統を大切にしながら暮らす人々がいます。人種差別や植民地時代という過去を乗り越え、そこに生きる人々の笑顔はとても美しくたくましいものがあります。数々の驚きと発見、そして興奮の連続で訪れるものを魅了してやまない南部のアフリカへようこそいらっしゃいました。それではまずクルーガー国立公園へご案内しましょう。この国立公園は総面積が約2万キロ平方メートル。これは日本でいうと四国と同じくらいになります。アフリカ最大規模の国立公園です。アクセスがとても簡単で、初心者からリピーターまで大満足な国立公園。パッケージツアーには必ず含まれている定番スポットですよ。広大な敷地には哺乳類が147種類、鳥類が507種類もいる、そんな多彩な動物が生息しています。その数は世界有数。あまりにも広いため、公園へのゲートは9カ所もあり、場所によって3つの空港が使用されています。クルーガーの最大の特徴がその設備の充実度。アフリカの中で最も先進的な国立公園として知られています。本日皆様にお泊まりいただくのは、クルーガー国立公園に隣接するザビサンドというエリアを代表する豪華ロッジが集まる一番人気の市営動物保護区です。サビサビは老舗のロッジの一つで、ナショナルジオグラフィックの世界のユニークなロッジにも名を連ねています。4つのロッジからなるサビサビですが、今回は南アフリカのサファリロッジの新時代を象徴するアースロッジに滞在していただきます。まずは自然に溶け込む洗練されたデザイン。サビサビの特徴ともいえるのが、自然をダイナミックに取り入れたデザイン。環境を壊さず、むしろ溶け込むように建物が建てられ、各所には木や岩などでできた印象的なオブジェを配置。中には南アフリカの彫刻家ジェフリー・アームストロングの作品も見ることができます。アフリカで最も環境に配慮したロッジと言われるのも納得ですね。そして至れり尽くせりの超豪華な客室。客室はアンバースイートを含めて全13室。部屋に入るとまずその贅の限りを尽くした内装に驚かれると思います。小さなダイニングスペースにベッドルーム、バスルームといずれも
なり広々。そして窓を開けると、そこにはプライベートプールが。すべてのロッジは十分なスペースをとって建てられていて、プライバシーにも配慮されているので、人目を気にすることなくゆっくりお過ごしいただけます。またワインを含むミニバーはすべて料金に含まれるというので嬉しいですね。さあ、そんなロッジに今回お泊まりいただきます。一日を体験してみましょう。まず朝の5時に起きていただいて、5時半から6時、軽めの朝食をとります。そして6時から9時までは朝のゲームドライブです。ライオンたちの足跡を発見したり、後を追っていくと、なんと夜のうちに仕留めたバッファローを食事中のライオンに遭遇したり、人気のキリンとも会うことができます。そして9時、一度ロッジに戻っていただいて朝食をとりましょう。見晴らしのいいデッキでいただきます。果物やチーズなどはビュッフェ式で、温かいものは注文すると出来たてを持ってきてくれますよ。そして10時から午後の3時半までは贅を尽くしたロッジでのんびりとお過ごしください。ロッジや客室のプールでゆったりしたり、読書をしたり、スパでマッサージを堪能したり、ブティックに出かけて土産物探しをするのもいいですね。さて、ここで疑問に思われた方もいらっしゃるかもしれません。午前中に行ったゲームドライブとは一体何なのか。これは覚えておきたいサファリ用語の一つ。ゲームとは獲物のことを意味するんですね。獲物を求めてドライブすることをゲームドライブと言います。またビッグファイブという言葉もあります。ビッグファイブとはゾウ、ライオン、ヒョウ、サイ、バファローの5種の動物を指します。昔から狩猟において最も危険かつ大物の動物をビッグファイブと言っていました。現在では特に人気の高い動物といった意味合いが含まれています。そしてもう一つ、サンダウナーという言葉があります。文字通りこれは沈む夕日を眺めて楽しむこと。多くのサファリロッジで行われています。ドリンクを片手にビルトンやドライフルーツなどの軽食を楽しみましょう。夕方のゲームドライブの途中に行われることが多いです。ここで皆様にご注意したいことがあります。野生動物は非常に危険です。彼らを刺激しないために大声を出さない、立ち上がらない、警戒色である赤い服装は避けるなど気をつけてください。またサファリ中はトイレに行くことができません。サファリ前に必ず行くようにしてください。そしてゲームドライブでは主に早朝や夕方行うので、体が冷えてしまうんですね。肌寒いこともありますので、防寒具を必ず持っていくようにしましょう。さあ、それでは一日に戻ります。3時半はアフタヌーンティーを楽しみます。キッシュやサモサ、アフリカの伝統菓子などさまざまなものが用意されています。そしてアフタヌーンティーを楽しんだ後は、夕方の4時から夜の8時まで夕方のゲームドライブに出かけましょう。日が暮れ始めると動物たちの動きも活発になります。ずっと昼寝をしていたライオンの群れがやっ
き出したり、散歩をする象を見れたり、朝とは違った動物たちの行動を目にすることができます。そして車を降りて日の入りの風景を楽しむサンダウナー。各自の好みに合わせてシャンパンやワインの用意なんかもしてくれます。そして思う存分ゲームドライブを楽しんだ後は、夜の8時から夜の10時まで夕食をゆっくりと楽しみましょう。地元のダンサーたちのショーも見ることができます。さあ、それではサファリ大国ボツワナで最も有名な国立公園と言われているチョベ国立公園に参りましょう。このチョベ国立公園とは、象の生息地が世界一と言われているくらいたくさんの野生の象が生息しています。ビクトリアの滝から日帰りも可能で人気のエリアとなっています。6万頭もの象が生息すると言われているチョベ国立公園。象以外にもライオンやバファローなどのビッグファイブやキリン、シマウマなど多くの野生動物が生息しています。公園は広大でいくつかのエリアに分かれていますが、旅行者が主に訪れるのは最もアクセスの良いチョベリバーフロント。アフリカで最も美しい川の一つとして知られるチョベ川沿いに広がるエリアで、ボートから水辺に集まった野生動物を見るボートサファリが有名です。ゲームドライブと合わせて楽しみたいエリアです。そして次はオカバンゴ湿地帯。これは水を求めてさまざまな動物が集まってくる様子を見ることができるところ。伝統的な木彫りの船モコロでのサファリが人気です。世界最大の内陸性湿地帯オカバンゴ。豊富に水をたたいた湿地が動物たちを引きつけ、野生の楽園を形成しています。ヤシの木がそびえ立つ島々と大草原、沼、氾濫源からなり、芦やパピルスが茂る青々とした大地をいくつもの川が蛇行して流れています。桃源郷のような風景が続くオカバンゴは野生動物の宝庫でもあります。特に乾季には水を求めて多くの動物たちが群れをなしてやってきます。それらを狙うライオンやヒョウなどの姿を目撃する機会も多いことでしょう。では最後にカフェ国立公園をご紹介しましょう。アフリカ大陸で最大、ザンビアで最古の国立公園です。手つかずのブッシュジャングルが広がっています。490種もの野鳥が生息しているところです。総面積の22,400キロ平方メートルを誇るアフリカ最大の自然保護区で、手つかずの大自然が残されていることで知られています。その美しさゆえ、映画「ホリデイ・イン・ザ・ワイルド」のロケ地にも選ばれています。雄大な湿原、湖やダムなどさまざまな景観が広がり、母なる大地に沈む夕日は感動的に美しいです。サファリだけでなく、村でキャンプをしながら現地の人々と交流したり、象の孤児院や温泉を訪れたりと、さまざまな楽しみ方ができます。皆様いかがでしたでしょうか。
本日の南アフリカの旅はこれにて終了です。また次回の旅でぜひお会いしましょう。皆様、本日はご搭乗いただきまして誠にありがとうございます。この飛行機はひろみボイス航空ほっとできるひととき行き007便でございます。当機の機長はほっと一息、私は客室を担当いたしますひろみと申します。ご用がございましたら遠慮なさらず何でもお知らせくださいませ。当機は間もなく出発いたします。今一度シートベルトをご確認ください。腰の低い位置でしっかりとお締めいただきますようよろしくお願いいたします。目的地までの飛行時間はおよそ12時間20分も予定しております。快適な空の旅をごゆっくりお楽しみくださいませ。 Ladies and gentlemen, good evening. Welcome aboard Hiromi Boys Airlines Flight 007 for a moment of relax. Your pilot is Captain Comfortable Sleep, and my name is Hiromi. We are now ready for departure. Please make sure that your seatbelt is securely fastened. Our flight time is expected to be 12 hours and 20 minutes. Your cabin attendants are looking forward to serving you. We hope you will enjoy this flight. Thank you.お客様、本日はご搭乗くださいまして誠にありがとうございます。ウェルカムドリンクのご案内でございます。私どもはミネラルウォーター、炭酸水、ビール、赤ワイン、白ワイン、日本酒、焼酎、オレンジジュース、アップルジュースのご用意がございます。いかがなさいますか？はい、スプリッツァーでございますね。もちろんでございます。かしこまりました。少々お待ちくださいませ。お待たせいたしました。スプリッツァーをお作りいたします。まずこちらは白ワインでございます。炭酸水でございます。どうぞお召し上がりください。ご一緒におつまみはいかがですか？本日3つご用意させていただきました。こちらはカールでございます。だしのうまみがとても香る美味しいカールでございます。
ださい。続きまして、本日のアメニティをご紹介させていただいてもよろしいですか？ありがとうございます。まずはティッシュでございます。次にリップクリームでございます。今つけますか？もちろんです。では失礼いたします。このくらいで大丈夫ですか？はい。次がブラシでございます。少し説明書きも読ませていただきますね。The best directions for years. Adults and children, 2 years and older. Brush teeth thoroughly after meals or at least twice a day, or as directed by a dentist. Children 2 to 6 years. Use a bit-sized amount. Supervise child to minimize swallowing. Warnings. Keep out of reach of children under 6 years of age. If more than used for brushing is accidentally swallowed, get medical help or contact a poison control center right away. 次にお手拭きもう一つですね。
様いかがなさいましたか？はい、そうですか。かしこまりました。そうしましたら私が今からぐっすり眠れるような、ダイレクションをさせていただきたいと思います。まずはですね、お顔が少し乾燥されていらっしゃいますので、始める前に少しフェイスクリームをお塗りしてもよろしいですか？はい、ありがとうございます。ではですね、少し目を閉じていただけますか？失礼いたします。はい、今触らせていただいた感じですね。乾燥もなんですけれども、ちょっと顔や耳の付け根やいろいろなところが凝っていらっしゃるかなと思います。また目の付近もですね、筋肉だったり脂肪だったり老廃物が溜まっているような、そのようにお見受けいたしましたので、まずはお顔のこりからほぐしていくということをしていきたいと思います。目のストレッチをしていきましょう。顔もですね、体も頭も固まってしまうと、どうしても人間肩に力が入ってしまったり、副交感神経ではなくて交感神経という興奮する方の神経が優位になってしまいますので、ほぐすことによって交感神経を、沈めていきたいと思います。はい、そうしましたら私の指示に従って目を閉じたり開けたりしてください。いいですね。はい、ではまず閉じてください。今度はゆっくりと開けて閉じて開けて閉じて開けたら右を見てください。そして上を見て左に行きます。そして下を見て右に行きます。今度は反対です。下を見て右に行きます。右を見て上に行きます。そして、右に行きます。今間違えちゃいました。ごめんなさい。こういう感じで目を丸く円をこう描いていきますね。どっちからでも構いませんので、ぐるーっと目をぐるーっと回しましょう。そうです。ぐるーっと回したらキュッと目をつぶってキュッキュッキュッ、ゆっくり目を開けてください。今度はさっきと反対回りのぐるーっと目を回してキュッキュッキュッと目をつぶってゆっくり開けてください。そうです。そしたら首もつけていきましょう。右から始まったら上を首も向いて左に倒して
すいのでちょっとタッピングをしていきます。目も閉じていただけますか？まぶたの上も軽くタッピングします。あとはもう少し首のあたりをほぐしていきたいと思います。失礼します。腰肩を上げて下げての運動もしましょうか。上げて下げて、下げるときは一気に上げて下げて、もう一度上げて下げて、上げて下げて、上げて下げて、最後です。上げて上げて上げて、もうこれ以上上がらないというところまで上げてください。上げてください。そしたら下げてください。そうしましたら最後にですね、見ていると体がふわふわとなるような手の動きをしますので、はい、何も考えずに私の手を見ていてくれますか？もし目が回ってしまったりですとかふわふわした気持ちになりましたら、そのまま目を閉じて、はい、いてくださいね。はい、あなたは今日もとてもよく頑張って、今日までよく頑張っていらっしゃいましたね。この機内では何も感じず、あなたを安心させるものしかないので、気持ちのいい感触や綺麗な景色をイメージしてリラックスしてみてくださいね。あなたはだんだんと肩の力が抜けて、ふわわと体が軽くなります。そう、わわわわわと心地よくなる、心地よくなる。疲れや苦い思い出や記憶はすべて空に放出しましょう。空さんと一緒に風に乗せて、どこかに飛んで消えていって、あなたを包み込む雲や風や青空や夕焼けや星空はすべてあなたの味方ですよ。だんだんと
皆様、本日はひろみボイスセレニティ号へようこそお越しくださいました。ただいま地球を離れ宇宙へ向かう準備が整いました。今一度シートベルトをしっかりと着用し、リラックスして旅をお楽しみください。Attention passengers, welcome aboard the Hiromi Voice Serenity spacecraft. We are now preparing for takeoff to the space. Please sit back, relax, and enjoy your journey beyond the Earth's atmosphere.ただいま地球を離れました。まだの景色をお楽しみください。お客様、本日はご乗船いただきまして誠にありがとうございます。私はこちらのファーストクラスを担当させていただきますひろみと申します。どうぞよろしくお願いいたします。こちらのファーストクラスは特別に重力がかかっておりますので、しっかりと座っていただけるかと思います。ですがやはり宇宙空間でございますから、少し体がわーわーっと浮いているような感覚もあるかと思います。この後軽食とリラクゼーションタイムとなっていきますので、お体が浮いてしまわないようにこちらのシートベルトでも少し固定をさせていただきたいと思います。お手洗いに行かれる場合です。お手洗いに行かれる場合や無重力空間をお楽しみいただきたい場合は自由に外していただけます。それではこちらのシートベルト着用する前に私の方で安全確認をさせていただきます。問題ございませんので腰につけさせていただきますね。失礼しますね。失礼いたします。ありがとうございます。それでは本日のサービスのご案内をさせていただきます。
本日はまずこの後ウェルカムドリンク、そして軽食をお持ちいたします。軽くお腹を満たしていただいた後にリラクゼーションタイムです。宇宙空間は頭やお顔がむくみやすいです。また地球にいた時は首と肩がとても凝って、疲れが溜まっていたかと思います。そのような疲れを緩和する、そういったマッサージを提供しております。その後はこの機内乾燥いたしますので、たっぷりと保湿をしていきます。そういった流れになっております。それではこの後お持ちするウェルカムドリンクなんですけれども、宇宙空間ではコップにお水などを注いで飲むことができません。このように飛び散ってしまいますので、容器に入ってストローで飲んでいただきます。ご用意できる飲み物が5つございます。1つ目はリンゴジュース、2つ目はみかんジュース、3つ目はココア、4つ目はココナッツジュース、5つ目がお水でございます。いかがなさいますか？かしこまりました。またお食事なんですけれども、手で掴んで食べていただけるものをご提供しております。おにぎりかサンドイッチのご用意がございます。どちらがよろしいですか？かしこまりました。ではご用意いたしますので、こちらでゆっくりとおくつろぎくださいませ。お待たせいたしました。こちら本日の機内食でございます。手前からいちごと卵のサンドイッチ、食後のデザートはいちごとキウイでございます。ドリンクはオーツミルクのココアでございます。温かいおしぼりでまず手を温めてからゆっくりとお召し上がりください。
失礼いたします。お食事終わりましたか？お皿お下げいたしますね。それではこの後ですね、リラクゼーションの時間になりますので、お部屋の照明を少し変えさせていただきます。そういたしましたら準備をしてまいりますので、しばらく窓の景色をお楽しみくださいませ。皆様、窓の外にご注目ください。私たちは今、土星の軌道に近づいています。もう間もなく土星圏に入ります。黄金色に輝く美しい輪が見えてきました。太陽系で2番目に大きな惑星、土星です。土星の輪は盤状の円盤のように見えますが、実は無数の氷の粒が連なって土星の周りを高速回転しているのです。この粒が太陽の光を反射することで明るく輝いて見えるのです。この美しい景色を眺めながら、宇宙の神秘と静寂に心を委ねてください。お待たせいたしました。それでは今からスペースマッサージ&リラクゼーションの時間でございます。まずですね、ちょっとお体がむくんできた頃かなと思いますので、こちらの湯たんぽでまずお腹を温めていただけますか？ちょっとシートベルトも緩めますね。では首と肩もですね、血流が良くなるようにマグネシウムが入っているオンタオル、こちらをちょっと置かせていただきます。お洋服のこちらのボタンも外しますね。失礼します。こちら特殊なタオルでして、保温効果が1時間ほどありますので、こちらしばらく置かせていただきますね。じんわりと温まるのを感じてください。いかがですか？気持ちいいですね。こちら置いておきますね。
側のマッサージです。宇宙空間は特に頭に血液が上りやすいので、そちらを下に下に流していくマッサージを行っていきます。それではまず髪の毛を少し濡らしていきたいと思います。失礼いたします。
外しますね。次に毛穴の洗浄をしていきます。こちらを小鼻に塗っていきます。少し経つとですね、汚れが浮き上がってきますので、そちらをピンセットで取っていきますね。宇宙空間だとより汚れ物が落ちやすくなるんですね。では汚れを取っていきますね。失礼します。では拭き取りますね。ではクリームをつけていきます。失礼いたします。塗っていきますね。全体に塗っていきますね。機内はですね、特に乾燥いたしますので、皮膚の薄い目元と唇を念入りに保湿していきます。では軽く目を閉じてください。失礼いたします。
し眠くなりましたか？では毛布をお持ちしますね。お待たせいたしました。おかけいたします。重たくないですか？ではもう少し照明を落としますね。